世界チャンネルのコウタです。タイです。今日は旅あるいは移住のお金のあれこれについてお話ししてみたいと思います。ここバリ島で。はい。それでは行きましょう。Let's get started。世界中チャンネル。で、我々は今はこちらバリ島のチャングーという非常にこのサーファー文化の整った今海辺のねカフェに来てるわけですけども、我々この生活を始めて2年と6ヶ月ぐらいが経ちましたということで、今まで6カ国10都市を暮らしてきて、日本にはほとんど帰らずですね、でも日本相手にビジネスをしているということで、じゃあどうやってお金を稼いだり、あるいはマネジメント、お金のマネジメントをしてきたのかという話を今日はしていきたいと思います。で、皆さんが気になる、よく聞かれる質問なんですが、生活費どれくらいかかってるんですかという話なんです。よくなんかね、セレブな生活みたいな感じのコメントたまにあるけど、全然そんなことないよね。で一方すごい年収低いんですかみたいな話もありますけれども、ちゃんと特にタイメさんは結構貯金をしてまして貯金もね、そういった投資とかにも回しているんで、それなりにあるんですけども、単純な生活費というかかかるコストですね、もう飛行機も航空代も含めてだと40万から50万ぐらいが毎月かかってます。純粋な生活費だけだったら30万ぐらいで十分いける、もし移動とかなかったらね。そうね、だから詳しくは今までやってきたこの生活費動画というのをいくつか上げてるので、ぜひそれを参考にしながら、これにこんだけかかってるんだっていうことがわかるかと思います。でもこれ抑えようと思ったらさ、もっととことん抑えれるやん。いくらでも抑えられます。私たちちょっとあんまりさ、節約ってあんまりほとんどしてないっていうか、そんなに贅沢もしてないけど、節約もめっちゃしてるわけじゃないから、普段はそんなに高いところも行かない代わりに、じゃあ遊びの時、今日もサーフィンこれからやりますけど、じゃあそこに我慢するかっていうとそういうことは一切ないということなので、コストパフォーマンスというか生活の質は確実に上がる。40万50万使うとすごい豊かな生活、特にチェンマイとかね、ダナンとかでそれぐらい使うともうすごい豊かな生活になるので、これもね2人で稼げばいい、夫婦の場合2人で稼げばいいし、1人の場合私の知り合いで近い生活をしてて月10万から15万ぐらいで生活してるっていう方もいらっしゃいますね。ご夫婦でそれぐらいの生活してる人もできる方もいるということで、全然それはなんていうか、その人のライフスタイルね、よって決めればいいかなというふうに思います。いろいろできるので安心してください。そしてじゃあこれはタイミさん得意な項目ですが、海外生活でもし安く過ごす、安く上げるコツがあるとすれば、それは何でしょうかという質問なんです。ですね、まず現地になんかレンタルとか電話番号書いたりとかそういうのしてる物件とかあるので、家賃をねこれ下げるコツですね。そういうところで直接交渉するっていうのがすごくいいです。特にダナンとかね、そんな形になってますね。そうです。私たちも例えば最初は Airbnb とかでいろいろ借りてたんですけど、だんだんなんかこれ現地の直接借りるっていう手もあるんじゃないかって思ってやってみたりとかすると、全然グンって安くなってびっくりした。ダナンとかすごいびっくりしたね。場合によっては本当にもうその場に行っちゃってオーナーと直接話したりとか、レセプションの人と話してみたりすると意外と安かったりとか、交渉も聞いたりする。そうなんですよ。ということになりますので、何ヶ月住むからこれぐらいにしてとか。今回もバリでね、直接住む時にはかなり安く抑えられて、だいたいエアビーで頼むと 15% が手数料としてエアビーに持ってかれるという形なので、彼らとしても直接やって、例えば1割下げますよってこういう風になった方がありがたいので、そんな形で交渉していただければなというふうに。でも全く知らない土地の時はさ、やっぱエアビーからレートがさいっぱい書いてあるから、もう本当にそれのスーパーホスト選んどきも間違いないみたいなところあるから、そういう安心は買えるって感じだよね。そうですね。では続いての質問、特にこれはタイミさんにあるかもしれませんが、税金どうしてるんですかっていう質問。税金は本当にこういう生活してると税金逃れしてんちゃうかって思われる人多いんやけど、税金安くするためにしてんでしょみたいなね。いや今そんなことできないんで、ほぼできないですね。私は今法人登記を沖縄にしてますし、で住民票は実家に入れてますし、なので全部税金は日本に支払っておりまして、私がこう正規にね、ちゃんと売り上げを上げたら日本にちゃんと納税させていただいて、結構法人税はね払わさせていただいているという形になります。払っております。でこれ税金関係なんですけど、よく質問も受けるんですけど、日本に会社があって日本の個人口座があって、その会社から個人口座に受け入れられている場合はほとんど節税手段みたいのがありませんと考えた方がいいです。日本でできる
同じような節電手段はもちろんありますけど、海外来たからといって何かプラスになるかといったら、そうね特にならない。ということなので、だからこそ我々は住民票をまた入れ直して、そうね、そっちの方がね、いいからね。そっちの方が逆にお得だったりしたので、はい入れ直してで税金も普通に払ってますよとそうですいうようなことです。なので、そんな感じであんまり税金のことは考えずに日本と同じなんだっていう理解で来ていただければなというふうに思います。海外にね、会社建てたらまた話は別に海外に法人があって、しかもお客様が例えばそのバリの方とかであれば、全く違う発想ですけれども、通常日本のお客様がいて日本に口座があって、日本の会社がある場合は、一般的な日本の方と一緒という。税務署さんはどこに実態があるかで判断するからね。というわけで税金はこのように払っています。はい。チャンネル登録お願いします。よく聞かれるのが、じゃあ投資関係どうしてますかっていうことなんですよね。でこれはしてますという結論なんですけど、私が5年間仕事をせずに何とかやれた理由というのはこの投資の力によるものだということで、本当にありがたいなというふうに思ってます。もともとファイナンシャルプランナーの資格を持っていたりとかいう中で、投資を始めて、一時期は毎月80万円ぐらいね、積み立て投資とかに回していって、主にアメリカの、VTI というものだったりとか、ETF ですねとか、オールカントリーの、人気のやつですね、全世界株式なんかにも投資して、大きくはないけれども順調に伸びているというのが今のありがたい着実系のやつばっかりをやってますよね。であとはもちろん個別株とか、少し多少ですけども仮想通貨なんかも持っていて、おおむねうまくいってますよという感じ、時代も良かったっていうのがあります。確かに、これからね、今後数年間同じようにうまくいくとは限りませんが、とりあえず今のところはそれでなんとかなってきたというのがありますということです。でじゃあどうやって、稼いだりしているのかということをこれからお話しするんですけども、タイミンさんからまずは簡単なご自身の経歴をお伝えください。仕事上のね経歴です。まず、2冊本を書いております。ビジネス書。はい。で、彼とですね、夫のコータとトップ 1% セミナー講師養成講座という講座を以前5年前までしていたんですけれども、で2020年ぐらいから社外アイデア企画室というものを始めたと。そうですいうことがありますね。で後ほどね詳しくどういったビジネスモデルかっていうのを解説したいと思いますが、うまくコロナ禍においていろんな人が Zoom とかに対応してくれたので、そうね、ある程度順調にいけたという背景があるという感じですよね。それはタイミさんの経歴ということで、女性のマーケティングリサーチやってます。そうですね。で、私は4冊ほど本を書いております。キャリアの最初がホストクラブで働いていて、新宿歌舞伎町で働いていて、その後居酒屋経営をして、そして不動産営業をした。まさにセミナー業界でトップ 1% セミナー講師養成講座、これがうまくいった、本も書かせていただいたりとか、全国各地世界各地でセミナーをさせていただいて、である程度資金ができたので沖縄に移住しようということを決めて沖縄に移住して、それが2019年、そこからなんと5年間2024年まではですね仕事をしていなかったと。燃え尽き症候群、燃え尽き症候群プラス、この生活が楽しすぎたというところがあるかと思います。でもさ、これ聞いてる人はさ、なんかめっちゃ成功ばっかりしてるんちゃうかって思ってると思うけどさ、もうほんまに社会不適合者っていうことをちゃんと皆さんにお伝えしといた方がいい。それはおいおい話しますけれども、私は基本的にいかに仕事をしない時間を最大化していくかということが、人生の大きなテーマなんですね。でそのためには短い時間で効率的にできるだけ多く収入を得て、でこういった、フリーの時間を作っていきたいという、哲学というか思いを持ってますので、この度5年間仕事をしなかった。5年間はちょっと長かったんですけど、ではたゆみさんにお聞きしますが、移住後の主な収入源、売り上げを作る手段というのを教えてください。現在のお客様っていうのは法人企業さんなんですね。そうですね。いわゆる B2B という仕事をしていて、企業さんにからオンラインだけでミーティングをし、オンラインで契約を結び、オンライン上で全て完結させてお仕事を受注し、全部それでやり取りをすることでどこにいてもお仕事できるようになっているし、サービスは例えば女性の化粧品とかコスメとか、そういう女性向けのね、食品とか商品を作ってる企業様のお手伝いをしていて、そういう企業さんが新しい商品作るときに本当にこれ受け入れられるんだろうかとか、あと今ある商品もっと改善するにはどうしたらいいんだろうかっていうときに、消費者に直接話を聞いてみるってことが結構できてない企業さんってすごい多くて、あと男性ばっかりの会社さんとかもあるから、特に役員、女性たちの声ってあんまり聞けてないっていうこともあって、なのでそういうところを調査させてもらったりとか、最近ではアプリを開発して女性たちが何か企業さんのお手伝いをすることでポイントをもらえて、
でそのポイントをデジタルギフトに交換できるみたいなことも最近やり始めていて、で、女子マーケ部というアラフォー女性2000人が所属するコミュニティを運営してるんですけども、一番お金を使うそうですね。化粧品だとかアパレルだとか、商品にも厳しいし、食品とかそう厳しいですね。厳しい目を持っているそういう女性たち全国各地にいらっしゃるんですけど、その方々がそういう意見アンケートに答えてくれたり、モニターやってくれたりとか、この前はミステリーショップをやってくれたりとか、そういうようなことをしてくれているっていう感じです。よかったらね、概要欄見ていただくと女性の方限定で、登録ができて、いろんな場合によってはモニターのねお仕事があって、要は化粧品がプレゼントされて意見を言うだけみたいな感じでね、それでもう結構高級なものがもらえたりとか、あるいは T シャツ、社外で企画室の T シャツなんかも無料でプレゼントしてるので、皆さんにとって損はないのでね、ぜひ登録していただければというふうに思います。あとなんかたまに一緒に商品企画とか企業さんともするので、商品企画とかってなんか憧れてたけどやったことないなとか、そういうところやってみたかったなって思う人なんかは絶対ね、ワクワクしてもらえるかなと思います。まさにこのビチップスというね商品があって、それが女子マーケ部と山形の坂田ベーカーさんとの共同開発でできたという経緯がありますので、そういったところが収入源になっているということになります。で、私の方は5年ぶりに仕事を始めたということで何をやってるかというと、基本一番大きな部分はコンサルティングという形で、主に経営者さんがどうやって売り上げを上げていくか、どうやってマネジメントをしていくか、どうやって自分の時間を作り出していくか、それが一番ね、それが一番得意なところなんで、実を言うと私のクライアントさんの結構多くの方が私より年収高いという。そうやね、皆さんすごい大活躍されてる方々がね。でもどうやって自分の時間を作り出していくのか、で自分の時間を作り出すのは自分のためだけではなくて、新たなことを学んだりとか、こういったところを来て新たな気づきを得たりとかってするのは非常に大事、経営者にとっては大事なので、あとご家族との時間とね、その時間をいかに作り出していくかということを、売り上げを上げながらマネジメントをしながら、ご指南をさせていただいているというようなことが一番大きな収入源。売り上げ上げるより時間作る方が難しいもんね。難しいですね。特に売り上げ上がれば上がるほど忙しくなるという経営者さんが多いので、そのご指導させていただいているということになります。でさらに、YouTuber として、最近ではマネタイズもできてきて、やっとね、嬉しいね、皆さんの見てくださってる方々のおかげで。最初ね、もう収入こんな広告費をこんな感じできたんだけど、こう上がってきてね、ちょっとずつな、一つの収入源と言ってもいいぐらいのものになってきているということで、さらにここからね、いろんな仕事関係も広がっているので、本当ありがたいなというふうに思います。ちなみにこの世界中チャンネルは、数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など、世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。でさらに、移住先でね、ビジネスを始めたりとか、あるいはクライアントを獲得する際に、困ったこと、あるいはもしコツがあるとすれば、たゆみさんどんなことがありますでしょうか？私もう基本的にだから現場にいないというか、日本にいないわけだから、お客さんと直接会えないことが多い。全部オンラインなわけなので、オンライン上でいかに獲得するかってことを常に考えているっていうことなんですが、でもご紹介も結構あるよね。ご紹介もありますね。ありがたいことに、そのクライアントさんからご紹介いただく場合もあるし、いろんなねつながりからご紹介いただく場合もあるし、であとはネット上の飛び込みメールってやないけど、そういう形でアプローチするっていう場合もあります。また詳しくね、フォービズか何かでがっつりお伝えできたらなと思いますが、つながりはやっぱり重要やんな、誰とつながってるかとか、なんか仲良く別にビジネス関係なく普段からコミュニケーション取ってたりとか、あと私の場合だといろんな人を日頃から紹介したりしてるので、勝手にそれがなんか趣味みたいな感じなので、困ってる人いたらなんかこの人助けれるでって感じでつないでいったりとかしてるんで、そういうのが蓄積されて、ご紹介いただいたりもしてるかなって思います。とはいえ、じゃあ全く今これご覧になってる方で何も手段がないっていう方もいらっしゃると思うんですね。知り合いもいないとか、そんななかなかこんな来てもらえるような知り合いもいないっていう人が多いと思うんで、そういう人たちにどうしたらいいかというと、ぜひこの発信をしていただきたいというふうに思うんです。発信するだけでさ、つながり合えることができるよね。この主要な発信手段は正直何でもいいです。X でもいいし、スレッズでもいいし、Facebook でもいいし、YouTube でもいい。もちろんそれに対する一つ一つの対応策っていうのはあるんですけども、主戦場を決めてしっかりそれに取り組むということがおすすめです。本当そうだね。我々はかつては Facebook を非常によく使ってました。
はい。もう今でもまあ Facebook 上からね、使ってるよいろんな連絡をあってちょっと話しませんかっていう形で、紹介いただくような場合もあるけれども、もうその一つとしてこの YouTube も活用していて、つい最近もね、全く私たちを知らない人が見てますと。嬉しいね。見てますということを私の知り合いに伝えてくれて、全く別の話でね、つながってそうね。知り合いですよって言ってくれて、ありがたいねでつなげますっていう形でつながったら、なんかね、もうなんかバイアウトしそうな感じのそうね、方が本当に。ね、ご紹介いただくみたいな形がありますので、常にこうやって発信をしていくことが重要であると。本当本当。でよければ、この YouTube やっていただきたいと。いや本当そうだね。なぜならば YouTube というのは他のものと違って圧倒的な情報量が違うん確かに。ですよね。ということはあなたのファンになってもらえる可能性が高まるということでやっていただきたいですし、X やスレッズと違って残存性蓄積性がそうあるやな。ほんまとにそう。いうことで、まあ、過去の動画も見ていただいてファンになっていただけるというケースがたくさんありますので、YouTube 大変な面もありますけどもやっていただければというふうに思います。ね宣伝しなくても YouTube さんが勝手に宣伝してくれるっていう、ありがたいんですよ。そこが一番さ、この YouTube のいいとこじゃない。そうですね。だから YouTube じゃあね、どうやって始めるの、どうやってノウハウでやったらいいのっていう疑問があると思いますので、こちらの動画用意してます。こちらでご用意してますんでぜひこれをご覧になっていただければというふうに思います。とにかく発信をするということが大事ですということです。困ったこと全然言ってないね。そうですね。困ったこと。困ったことそんなに困ってないね。なんかなんだろう。でもさ。最初はストレスあるよね、慣れるまでは。まあまあストレスとアドレナリンとドーパミンと、楽しんだけどストレスみたいな、その冒険心のストレスみたいなところは。お家を探すのはストレスがちょっとあるかな。いや俺はもう引っ越しがストレスよ。パッキングして新しい土地行って、SIM カード契約して、なんかいろいろ手続きしてみたいなのは、まあその1日はストレス。そうやな。でもまあそれかね、2日経ち3日経ちになると、ああ快適みたいなそうやね感じになって、まあこの今10日ぐらいね経ってますけど、めちゃくちゃ幸せに過ごせているということです。で、その意味ではなぜこんなシステム、ネットだけできるようになったかっていうと、我々は沖縄に引っ越したことが一番大きかった。そうやな、確かにあそこでなんか練習できたよね。そう沖縄のしかも名護という、まあ田舎というかね、地方都市ですね。人口6万人ぐらいの一番の最寄り駅が車で100分というねまあ沖縄自体がモノレールが途中まで止まってるからそうというところなんですが、そこはもうネットを使うしか手段がなかったっていうことで、何が言いたいかというと、引っ越しは人生を変えますよと。間違いない。住む場所を変えることは人生を変えますよ。本当そうやんね。いうことで、ぜひ慣れ親しんだ地元もいいけれども、もう全く縁もゆかりもないところに住んでいただきたい。そうやね。これは海外じゃなくてもいいし、日本のどっかでもいいので、福岡住んだことない人は住んでいただきたいですし、沖縄住んでことない人は住んでいただきたいですし、本当に北海道もいいところだと思うので住んでいただきたい。本当ね。でさらにこういったバリ島だとかタイだとか、本当に素晴らしいところは魅力ばっかり。新しい価値観をさ手に入れることができるから、それがすごくいいよね。そう新しい価値観、新しい人脈、新しいもう、考え方も全て手に入るので、本当にそうだよね。引っ越しをするということがおすすめですということです。さて、あゆみさん、海外移住希望者へのお金のアドバイスがあるとすれば何でしょうか。お金のアドバイス、じゃあ私からアドバイスすると、貯金をしましょう。そうやんな。確かにそれは超重要かも。そうやはりなんだかんだ言っても稼ぐ能力も大事ですけど、やっぱりお金がある、その貯金があるという状態は非常に安心感をもたらします。そうやね。いろんなね、心の安定になりますよね。そうもう何かあったら航空券握りしめて帰れるという安心感はある。これがお金なかったらね、本当にどうしたらいいんだという話になりますので、貯金はしときましょう。できればその生活費の半年分ぐらいは貯めておきましょうと。で生活費というのも、もしアジアですごい節約して過ごしたいんだったら、本当に20万ぐらいで、1人10万から20万ぐらいで生活できる。2人だったら20万あったら、まあまあそれなりに不満のない生活ができると思いますので、だから20万かける半年で120万、120万貯めて渡航費滞在費でさらにいろいろと含めて20万ぐらいあって140万ぐらいあったら、もうタイのチェンマイとか行っちゃっていいんじゃないでしょうか。ダナンとかね。ねえ、いいよね。でビザ関係はダナンとチェンマイ行ったり来たりしながら過ごせれば、エアアジアで安いんでね、全然対応できるということになりますので、とにかく貯金をしましょうということです。でも行ってみたら意外とさ、なんとかなるってこともあるから。そう大体さ、海外でさ長く住んでる人と話聞くとさ、
みんなノリできててさ、無謀に来てる。本当にそれでできるの。何の当てもなくだって言語もできないし、お金もあんまりない状態で来てることもたくさんいて、そうやねなんとなく仕事を見つけて、なんとなく現地の言葉を覚えそうやねすごいねそれてっ、てなんとなく会社始めて、なんとなく人を雇ってっていうのでうまくいってる方がたくさんシングルマザーで子供2人連れてさマレーシア行くとかそんなパターンの人とかいっぱいいるいっぱいいる何人かいるよそな。う。すごいよ、ほんとすごいみんな。でそこでなんか決めていくっていう。そうね。で可能であれば今のある仕事をリモート化したりとか、うんうんうん会社員の方はこういった発信をする中でファンを獲得していって何かあった時に仕事につながる状そう態をだね。作っておくとうん。いうことが大事かなと思いますので、できればリモート化しておくということはお勧めいたします。はい。でこれ会社員どうしたらいいのと、実は会社員でもリモート化してる人が結構ねいる。あれ会いましたね、いっぱいね。いっぱい会いましたチェンマイとかで会った人とかもびっくりしたそうね。仕事何やってるんですかって「いや会社員です」とか言って「うんえとか言ってそうそうそれはタイの企業さんとか現地法人ので雇われてるんですか？いや違います」と。日本の純粋なところで別にタイに支社があるわけでもないのに、タイに好きだから住んでいて仕事はリモートでできるんです。リモートだけやから別にどこに住んでも構わないってすごいすごいことです。すごい会社じゃない。すごい時代になってきました。でそういうのを許可してる会社もあればです本ね、当よ。それを交渉してる社員もいるんですよ。そう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 。社員の方で社長に交渉ししてこれでできるんだからいいだろうということで、交渉する。あとは私が十数年前に起業した時、独立した時にうん言ってたのは、下請けみたいな仕事をしていて、うん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 メールとかパソコン会議の仕事をしていて、あれこれ別にその取引先の会社でやらなくても、海外でもできるよねっていう風になって、そういう交渉をしたんですね。はいはい。これは行かずに現場じゃなくて、自宅でやってもいいですかという形で、リモートの練習ができたということで、そうだな相手のメールマガジンを書かせていただいたりね、そういったことをしたんですけども、それで、オーストラリアにいながら仕事をしたりしましたということ交で、渉すれば、うんなんとかなるかもしれないから。これはもしかしたら自宅でできるんじゃないかっていう仕事は交渉してみるということをお勧めします。そうだね、実際にだってそれで成功してる人いるからね。これ言っちゃいけないかもしれないですけど、ある先生というカテゴリーなんですよ。先生がうん。本当はリモートで授業をしてるらしいんですね。はい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 今はちょっと分かんないですけど、2年ぐらい前うんリモート授業をしていて、で本来であれば日本から出ちゃいけませんよ、日本でやってくださいっていうルールだったらしいんですけど、そうなんや勝手にバリ島に移住して、バリ島からリモートで授業して、いかにも日本にいるようにしているというような、手でねその手で。方もいるので、それ中にはねがいいかどうかは全く別として、うんそれでもできますよっていうような、そうやんね。ことですね。結構先生だから収入も高くて、うん。でこちらになんか家も持ってるみたいで、そういう方がいましたということです。うん。はいなんかいろんな方法があるってことですよね。さらに現地でね、何らかの先ほど日本人コミュニティで話しましたが、何らかの仕事がある場合がありますのそうよで、ね。来ていただいてね、ミミさんなんかそうだけど、うんなんか新聞の小さなところでやって交渉して、しそうやなかも給料がいくらっていう提示があって、うん足りないのでこれだけくださいって言あって、そうそれも交渉して、ね。でその代わりこうやりますからとか結果を出しますからっていうことで、ちゃんとそれを受け入れられたっていうケースもあるということで、可能性は無限大と無限大諦めてなければありますので、何かしらできる。はい、でお金については結構貯金をしたりそうなんですけど、うんお金の考え方というのを変えない限りなかなかお金を、キープしたりとかそれを増やしたりするのは難しい、あるいは、収入をたとえ一瞬稼いだとしてもなくなってしまうという傾向になりますので、もしね、そういったものを書き換えたいという場合は概要欄からお金のセルフイメージ変革無料講座というメール講座がありますので、ぜひこちらからはい。登録していただければというふうに思います。うん。というわけで以上今日はバリ島からそうですね世界中チャンネル、お届けしました。移住のお金についてね、お金をテーマとしてお話をさせていただきました。はい。ぜひ皆さんもね、海外移住していただいて一緒にこうサーフィンしたりとか、うん山に登ったりとか遊びに行けたらなというふうに思っております。一緒にノマドやりましょう。やりましょう。それではまた世界中でお会いしましょう。See you around the world. さよなら。さよなら。コメント待ってます。待ってます。チャンネル登録待ってます。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.